AI に画像を渡したり、短い指示を入れたりするだけで、こういう 3D モデルが作れます。しかもこれ、画面の中だけではなくて、実際にプリントしたものです。ただ、ここで一つ落とし穴があります。AI が作った 3D モデルは、見た目は綺麗でも、そのままではプリントできないことが意外と多いんです。今日はその壁をどう越えるのか、そこまで含めてお見せします。こんにちは、東京九段工作ラボへようこそ。3D 生成 AI を試したことがある方なら、こんな経験があるかと思います。生成したモデルをスライサーに読み込んだらエラーが出る。見た目はちゃんとしているのに受け付けてくれない。これかなりあるあるです。せっかくいい形が出てもここで止まってしまうと、結局まだ実用は難しいかなと感じますよね。でも実はこれたまたま壊れたとか運が悪かったという話ではありません。今日はこの問題がなぜ起きるのかを仕組みから整理して実際にプリントまで持っていく流れをお見せします。進め方はシンプルです。まず原理を理解して次に実際に AI で生成して最後にブレンダーで仕上げてプリントします。見た目は綺麗なのになぜプリント用データとしては壊れているのか、ここをまず整理していきます。実は今の 3D 生成 AI の仕組みを考えると、この問題はかなり自然なことです。当たりを引くまでガチャを回すより、原因を知って確実に対処する方が早い。では、なぜこうなるのかを見ていきましょう。AI が 3D モデルをどう作っているか知ってますか？実は AI は霧のようなデータで形を持っています。空間全体に霧のような情報があって、霧が濃いところが物体、薄いところが空間。つまり最初からきれいにつながった面の集合を作っているのではなく、空間のどこに物体がありそうかを濃淡で表現しているイメージです。スライサーや 3D ソフトが扱うデータはメッシュと呼ばれる形式です。小さな三角形の面をたくさん貼り合わせて立体の表面を作るイメージです。このように AI と 3D ソフトでは同じ 3D データでも内部で持っている表現が全く違うんですね。AI は空間全体を霧のような濃淡で持っていて、3D ソフトは表面のメッシュで形を表現している。3D ソフトで扱えるようにするには、AI が内部に持っている霧の形を表面のメッシュで構成した形に変換する必要があります。この変換にはいろいろな手法が使われていますが、AI で作った霧をこのメッシュに変換しようとすると判断が難しい部分がどうしても出てきます。例えばペラペラに薄いところとか、尖った先端、面と面とがスレスレのところ、こういう場所ではどこを表面にするかの判断がブレやすくなります。その結果、面に穴が開いたり、小さなゴミが浮いたり、面同士がおかしなつながり方をしてしまう。非マニフォールドというのは、面と面のつなぎ目が物理的にありえない形になっている状態のことです。実はブレンダーには 3D プリントツールボックスという 3D プリント向けの拡張機能があります。これでチェックオールを実行すると、モデルの問題点を一覧で出してくれます。試しにある AI 生成モデルで実行した結果がこちらです。いくつかの項目が出てきますが、注目してほしいのはさっきお話しした非マニフォールドエッジです。このモデルは6万以上。数字だけ見ると驚くかもしれません。でもこれはこの一例に限った話ではなく、AI 生成モデルによく見られる傾向です。多くの 3D 生成 AI ツールで程度の差はあれ同じことが起きます。というわけで AI で生成した 3D モデルに起きる問題はバグではなく原理的なものです。だから完璧なモデルが出るまでガチャを回し続ける必要はありません。AI の出力をブレンダーで仕上げる。このワークフローを知っていればどの 3D AI ツールでも欲しい形にしやすくなります。では、ここからは実際に 3D 生成 AI ツールで試してみましょう。今日使うのは Neural4D というサービスです。Neural4D は画像やテキストから 3D モデルを生成できる AI ツールです。今日のこの動画は Neural4D の提供でお送りしています。Neural4D の特徴としては、今お話ししたメッシュの品質に力を入れている点です。
水密化や厚み付けといった 3D プリント向けの補正が最初から組み込まれています。そして今回メインで使うのはニューラル 4D2O です。では、ニューラル 4D2O で実際に生成してみます。ニューラル 4D には画像から生成するイメージ to3D やテキストから生成するテキスト to3D もありますが、2O はその両方を同時に使えます。画像でこんな形を伝えて、テキストでこう変えてと補足できる、いわば画像とテキストの合わせ技です。では、まず1つ目、竜を作ってみましょう。この前、日本橋をお散歩した時に撮った竜の写真があります。これを画像として入れます。そしてテキストには、この写真の竜をベースに生きているようなドラゴンとして作り直して、鱗や筋肉のディテールをリアルに、写真に写ってない背面を保管してといった指示を英語で入れてます。ちなみにこのプロンプト、チャット GPT に作ってもらいました。こういう詳しい指示を自分で英語で書くのは大変なので、チャット GPT にこういう 3D モデルを伝えたいと伝えて、プロンプトを生成してもらうのはおすすめです。では、実行していきますね。完了しました。お、来ました。写真の銅像の竜が、鱗や筋肉のある生き生きとしたドラゴンになっています。これを STL でダウンロードしてスライサーに読み込んでみました。マブバンブースタジオ293の非マニホールドエッジがあるというエラーが出ます。外部ツールで修復してくださいって出てますね。では、プルサスライサーに読み込んでみましょう。同じく293個の非マニホールドエッジを検出していますが、そのうち69個を自動修復してくれました。ただし、全部直してくれているわけではありません。293個のうち69個だけです。それでも今回の竜はプルサスライサーで読み込んで、そのままプルサ XL でプリントしてみたところ、なんとかいけました。あまりにも精密にできすぎているので、サポートを外すのがちょっと大変でしたが、どうですか？本当に今にも動き出しそうですよね。ただ、これはたまたまうまくいったケースです。プリントに致命的な箇所にエラーがなかったというだけです。見た目の綺麗さとプリント用データとしての健全さは全く別の話です。いつもこうなるとは限りません。続いて2つ目。今度はフィギュアを作ってみます。さっきの竜は英語で細かくプロンプトを書きましたが、今度は日本語でしかもシンプルにいきます。こんな簡単な指示でもうまくいくのか試してみましょう。画像にはナノバナナで作ったスマートな女の子のフィギュア画像を入れて、テキストにはこのキャラクターを可愛いチビキャラのモデルにしてとだけ。では実行してみます。完了しました。めちゃくちゃ可愛いキャラクターが出来上がりました。竜では英語で長いプロンプトを書きましたが、こちらは日本語でたった一文です。それでもこのクオリティ。画像でこんな感じを伝えて、テキストでこう変えてと補足する。この組み合わせがマルチモーダル生成の強みです。さて、このチビキャラも同じようにスライサーに読み込んでみると、やはり非マニホールドエッジのエラーが出ます。また、これをスライサーの自動修復に任せても再現性がありません。ちゃんと自分で仕上げる。ここが最初にお話しした壁を越える方法です。これはニューラル 4D に限った話ではありません。多くの 3D 生成 AI ツールで生成しても、ブレンダーでの仕上げは必要になってくると思っています。では、このチビキャラをブレンダーで仕上げていきましょう。ここまでニューラル 4D2O での生成からスライサー検証まで見てきました。このチャンネルでは 3D プリンターの分かりやすい解説、生成 AI による 3D モデリング、そして 3D プリントをもっと楽しむアイデアを発信してます。見ているだけでもやってみたいと思える内容になっていますので、ぜひチャンネル登録をして一緒にものづくりを楽しみましょう。それでは続きをどうぞ。さあ、ここからが本番です。先ほどのチビキャラを仕上げていきます。完璧なモデルを待つのではなく、ワークフローで考えましょう。流れはこうです。AI で生成、ブレンダーで確認と仕上げ、スライサーで再確認、そして 3D プリント。大事なのは最初から完璧ではなく、最終的に形にできることです。まずブレンダーにインポートします。
ファイル形式は GLB です。ニューラル 4D からダウンロードするときは STL ではなく GLB を選んでおくのがおすすめです。GLB ならブレンダーで編集した後 STL に変換して書き出せます。インポート設定はデフォルトのままで大丈夫です。次に 3D プリントツールボックスを使います。これはブレンダーの拡張機能で 3D プリント向けの問題をチェックしてくれます。まだ入れてない方は編集、プリファレンス、拡張機能を取得を開いて 3D プリントツールボックスで検索してインストールしてください。インストールできたら N キーでサイドパネルを開いて 3D プリントタブからチェックオールを実行します。結果が出ました。数字がなんか大きいですね。大丈夫です。ちゃんと対処できます。ここでなぜこんなに問題が多いのかもう少し見てみましょう。先ほど説明したように AI の中身は霧のような濃淡で形を持っています。きれいにつながった面の集合ではなく、もやっとした形が空間に浮いているような状態です。それをメッシュに変換しているようとしているので、どうしてもこういう問題が大量に出てきます。このゼロフェイスが100万以上あるというのは、面積ゼロの見えないゴミが100万個以上あるということです。これを一つずつ手作業で直すのは現実的ではありません。そこで、ボクセルリメッシュです。壊れたデータ構造を全部捨てて、外側の形だけをなぞって新しく作り直す。粘土をこねて外側だけ新しく取り直すイメージです。やり方はこうです。右側のプロパティパネルでモディファイアを追加してリメッシュを選びます。モードはボクセルに設定します。次にボクセルサイズを調整します。最初は大きめの値から始めて少しずつ下げていきます。急に小さくするとPC が重くなるので注意してください。問題なければモディファイアを適用します。これで内部のゴミや交差が一掃されます。さて、リメッシュ後にチェックオールを実行してみます。マニホールドエッジが0。インターセクトフェイスイズも0。ただ、シェルの数を確認してください。シェルが2以上の場合は目に見えない小さなゴミが空中に浮いてます。編集モードでメインモデルの面を1つ選択して L キーを押します。これでメインモデルだけが選択されます。選択反転してゴミだけを選んで削除。シェルが1になれば OK です。さて、最後にここでサイズ調整します。このモデルは今2000ミリ2メーターあるので150ミリ、15センチぐらいにしたいと。で、S キーを押して0.075 と入力します。確定したらコントロール A でスケールを適用します。で、これをやらないとエクスポート時に数値がずれることがあるので忘れないでください。サイズ調整をしたらもう一度チェックオールで確認しておきましょう。ノンマニホールドエッジが0、インターセクトフェイスイズ0、シェルが1、ゼロフェイスイズや新フェイスイズが残っていても大丈夫です。3D プリントで重要なのはさっきの3つですね。それ以外はリメッシュで細かいポリゴンが増えた結果なので、スライサー側で問題なく処理できます。これで 3D プリントに進める状態です。あと、もし表面のデコボコが気になるところがあれば、スカルプトモードに切り替えて、スムーズツールでなぞるだけで綺麗になります。ちょっとした一手間ですが、仕上がりが全然違います。仕上げたデータを STL 形式でエクスポートしてスライサーに読み込みます。エラーなし、通りました。そして実際にプリントした完成品がこちらです。手順は多く見えますが、ゼロからモデリングすることを考えれば、はるかに短い時間で欲しい形に到達できます。この一手間で AI が提案してくれた形をプリントできるようになります。今回はメッシュの問題をなくすことに絞りましたが、ブレンダーに読み込んでスカルプトモードが使えるようになると、穴が開いたところを塞いだり、余計な部分をカットしたり、いろんな調整ができるようになります。今日は 3D 生成 AI でモデルを作って仕上げてプリントするまでの一連の流れをお見せしました。ニューラル 4D が気になったっていう方は、ぜひ一度試してみてください。概要欄のリンクから登録できます。登録すると初期に無料のクレジットとして50パワーがもらえます。さらにサブスクリプションのページに行くとレディームという欄があります。
ここに概要欄に書いてある招待コードを入力してください。そして確認を押すとプラスで500パワーが追加されます。合わせて550パワーあればかなりいろいろ作れると思います。まずはこれで気軽に作ってみてください。AI ツールはどんどん増えていて、見た目が綺麗なモデルを出すこと自体はもうそんなに難しくありません。でも実際に使ってみるとすごいのは分かった。でもプリントまでたどり着けないっていうことが多いですよね。今日の動画はまさにその壁をどう越えるかという内容でした。このチャンネルでは 3D プリントできるまでの方法を実際に手を動かしながら発信していきます。この先もニューラル 4D だけでなく様々な 3D 生成 AI ツールを触りながら検証していきます。プリントできるのか、仕上げはどうするのか、どこまで実用になるのか、そこまで含めてお見せしていく予定です。もしこの動画が参考になったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんのコメントすごく励みになります。コメントもぜひお願いします。いつもありがとうございます。3D 生成 AI でモデルを作ってみて、あれうまくいかないなと思ったら、またこの動画に戻ってきてください。新しい 3D 生成 AI をどう使いこなすか、3D プリントや 3D モデル制作に実際に活かしていく方法をこれからも発信していきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。編集後期です。今回の動画では AI が作った 3D モデルの問題をブレンダーの 3D プリントツールボックスで可視化しました。ただこれは数字で出てくるのでパッと見てここがおかしいっていうのは分かりにくい。そこでもっと直感的に見えるものが作れないかと思って社長の方でちょっとウェブアプリを作ってみました。STL を読み込むと非マニホールドエッジや穴の位置を色分けして表示してくれます。このアプリ自体もクロードコードという生成 AI のコーディングツールで作ってます。だいたいトータルで8時間ぐらいで作ってます。私も社長もエンジニアなので実感としてあるのですが、コーディングの世界では AI はもう人間を追い越してます。自分が書くより早く、自分が書くより正確なコードが出てくる。3D モデルの生成はまだそこまで来てないかもしれませんが、今日お見せしたように人間が仕上げる段階がまだ必要です。でもどちらにも共通しているのは、この仕組みや原理を分かっている人が使うと出てくるものの質が変わってくるんじゃないかなということです。このアプリはもともとこの動画のために自分たちが使いやすいように作ったものです。まだおかしなところもあるんじゃないかなと思います。ただもし皆さんのお役に立ちそうであれば、いずれ公開しようかなとも考えてます。こういうのがあったら使ってみたいっていうのがあれば、ぜひコメントで教えてください。